車に取り付けた瞬間、車内がまるでテスラ。13.3 インチの超巨大 2K ディスプレイ。横だけじゃなく縦にも回転して YouTube や Netflix も見放題。本体に Android OS を搭載しているのでスマホなしでも使えて、スマホを接続すれば最新の AI 機能まで使える。新型ディスプレイオーディオを1ヶ月使い倒して分かった想像以上に便利だった部分と、正直カーナビの方が性能いいなと感じた部分、そのメリットデメリットを忖度なしでレビューします。ということで今回レビューしていくのがこちら、フォーミドさんから出た最新のディスプレイオーディオ PRA109。 早速中身を紹介すると、こちらが本体。これだけ画面大きいのにまさかのワンディンサイズなので、ほぼ全ての車に対応してます。僕が使ってる MacBook 14インチと並べるとほぼ同じ大きさなので、正直めっちゃ画面大きいです。その他には取り付けから使い方までかなり詳しく書かれている説明書、取り付け用のブラケット、取り付けに必要なケーブル一式が入ってます。 GPS やアンテナ、SIM カードトレイもあるので、めっちゃ簡単に言うと 13.3 インチのスマホですね。僕が乗ってる Swift など今時の車は大体が 2DIN なので、そのままだと隙間ができてしまうので、 Amazon で買えるこういう小物入れを隙間埋めとして使うので、 2DIN の人は小物入れも同時に買ってください。もちろん今の時代ないと無理なバックカメラもあって、どれも Amazon で買えるので安心してください。それでは早速車に取り付けていきます。今回取り付けをお願いしたのは、僕がコーティングから電装取り付けまでいつもお世話になってる大阪の枚方にあるディテールファクトリーさん。実は最近フォーミドの認定取り付け店になったそうで、フォーミド製品の取り付けであればここに持ち込んでもらえたらサクッと取り付けてもらえます。取り付け時間はだいたい2時間から3時間なんですが、夕方に車預けてその日は台車で帰って翌日に引き取る1泊2日プランもあって、そっちの方がなぜか工賃安くなるので、急ぎでない方は1日預けコースが調子いいと思います。ディスプレイオーディオ取り付け以外にもドラレコ取り付けや洗車や車を磨き倒して気になる傷を完全に消してくれたりと、ディスプレイオーディオ取り付けついでに洗車からコーティングまで全部お任せできるトータルサービスなお店なので、大阪の枚方が近所の方はディテールファクトリーさんおすすめです。概要欄に情報を貼っておきます。ということで無事取り付け終わったんですが、ディスプレイオーディオと昔からあるカーナビって何が違うのかよく分かってない方結構多いと思いますので、先に簡単に違いを説明すると、カーナビは平成の頃からあるやつで GPS や速度センサー、ジャイロなどカーナビ本体に様々なセンサーが内蔵されていて、車がどこを走ってるかそのセンサーで把握して電波の入らない県外や地下でも関係なくナビしてくれる昔からあるものです。一方でディスプレイオーディオはスマホと連携して音楽や動画、地図アプリなどスマホでできることが取り付けたモニターでもできるようになるシステムですね。めっちゃ簡単に言うとスマホの外部モニターみたいな感じで、 GPS などのセンサーは基本的に完全にスマホ依存なシステムで、電波がないと一部機能が制限されますが、普段 iPhone を使っている人にとってディスプレイオーディオとの連携は車内が感動するレベルで快適になるのがディスプレイオーディオです。と簡単ですが違いを説明したので、早速エンジンオンで起動してディスプレイオーディオを実際に使う様子をお見せいたします。これ起動めっちゃ早いですよね。エンジンかけたら秒で画面表示されるので、普段使っててストレスになることはまずないですね。昔のカーナビだとエンジンかけたら無駄なオープニングがあって20秒ぐらい経たないと使えないものがあったと思いますが、今回のモデルは秒で起動します。そして初めから思ってましたが、画面が大きすぎですね。前使ってたモデルが11インチで、正直それでも十分大きいと思ってましたが、ほぼノートパソコンの画面の大きさになったので、これで地図アプリ使ったら表示領域ももちろん広がってくるはずなので、めっちゃ使いやすくなってる気がします。ただしこれだけモニターが大きいと車によってはエアコンの穴を塞いでしまったり、ハザードが押せなくなるとか出てくると思いますが、取り付け位置の調整もできて、この大型モニターも上下にスライドして位置調整できるようになっているので、取り付ける時に調整してあげてください。 Swift の場合だと上の DIN に本体入れ込んで、モニターを一番下に調整するとエアコン穴とか干渉せずにジャストフィットしました。またモニターの左右の角度も調整できるようになっているので、運転席側にモニターを傾けることで運転してる時にモニターがだいぶ見やすくなります。それでは早速皆さんが一番気になってると思う Google マップなどの地図アプリがどういう見え方でどうやって操作するのか実際にやってみたいと思います。まずは CarPlay というアプリを起動して iPhone とディスプレイオーディオを無線で接続します。接続できたら画面が切り替わり、こういう画面になります。これで iPhone とディスプレイオーディオがワイヤレスでつながってインターネットにも接続されて、音楽、電話、地図アプリなど iPhone を触らずにモニターのタッチパネルで全て操作できるようになりました。もちろん車で使うものなので最新の音声認識機能を使いハンズフリー操作もできます。画面にアプリの一覧が出てるので、まずは Google マップから実際に使ってみます。はい、
これだけモニター大きいのでめちゃくちゃ情報量多め。かなりの広範囲をモニターに一気に表示できるので、どこの交差点を曲がるのか、7インチなどの昔の画面サイズと比べてもかなり事前にわかるようになるので、普段の運転がかなり快適になりました。また最近のアップデートのおかげか知らないんですが、曲がる直前に地図が俯瞰に切り替わって真上から表示してくれるようになったので、どこを曲がるかがかなりわかりやすくなりました。Google マップって昔は謎の細い道案内したり、なぜか高速降りてまた同じ高速に誘導するなど意味わからんこと結構起きてたんですけど、さすが世界一のテックカンパニーだけあってアップデートのたびに使いやすくなってますね。僕は昔からカーナビではなく Google マップを使ってますが、謎に細い道に案内されるとか意味わからん案内されることが最近ではなくなったので、今では快適に使えてます。それでは次に Apple の地図アプリ。こちらも表示範囲広すぎですね。Google マップと比べると若干シンプルな地図なんですが、Apple の地図のいいところは左から2番目の車線を走って分岐を左とかピンポイントで音声で誘導してくれるし、Apple Watchをしてたら曲がる直前に Apple Watch が震えてどこを曲がるか分岐するかなどが直感的にわかるようになってますね。また Apple Watch の画面にもどっちに曲がるかなど矢印や案内も出るので、 Apple 製品を組み合わせるとより快適にドライブできます。なので僕は最近 Apple の地図を毎回使ってるんですが、1個だけいけてないところがあって、 Apple の地図アプリって Google マップに比べると登録されてるお店の情報が明らかに少ないので、清水寺とか有名なところは全くもって問題ないんですが、最近できた洗車場とかは検索しても出てこないので、新しめのところに行きたい場合、初めから Google マップを使って検索して目的地設定した方が正直早いです。 Google マップで住所検索してその住所を Apple の地図にコピペすれば問題ないんですけど、ちょっと一手間増えるのがめんどくさいかなと思います。そして今回の最新機種の一番の特徴である縦画面にするとこんな感じになります。縦画面で地図が見えると横の時よりはるかに遠くまで先の道が見やすくなるので、これめっちゃ使いやすいです。縦に長いと曲がるところもそうですが、ジャンクションでどっちに曲がるかなど早めにわかるので、知らないところでナビ使って運転してる時の安心感がだいぶ上がりますね。縦画面を今回初めて使ってめっちゃ快適やなと思ったんですが、乗ってる車によってはエアコン穴を塞ぐとかハザードが押せなくなるとかエアコンの操作できないとか出てくると思うので、縦画面使えるかどうかは車によりますね。 Google でも Apple でもどちらの地図も13インチの大画面モニターに表示されるので、普通のカーナビではありえないレベルの情報量で快適にドライブすることができます。どちらの地図アプリもタッチパネルで操作して目的地の設定できるし、お手持ちの iPhone で操作して目的地設定したら画面がそのまま切り替わるので、慣れてる方で操作してあげてください。カーナビにあるお気に入りの場所登録も普通にできるので、ワンタップで自宅に変える設定も可能。もちろん Google と Apple が提供する最新の音声認識と AI が使えるので、声だけで目的地設定することも可能。Hey Siri、 関西国際空港までナビ。関西国際空港への経路を Google マップでお調べしています。またこれはカーナビにはない便利ポイントなんですが、例えば旅行中にお昼ご飯食べてる時に次どこの観光地に行こうか決めて、その場で目的地を iPhone で設定してあげれば、車乗ってエンジンかけたら勝手に地図アプリが立ち上がってナビが始まるのが地味に便利です。実際に使う前は画面大きすぎて逆に見にくいんちゃうかなと正直思ってましたが、大きいのは正義ですね。めっちゃ見やすいです。特に縦画面が素晴らしく見やすいです。昔ながらの日本のカーナビっぽい操作感や見た目がいいなら、パイオニアから出てる地図アプリやトヨタが出してて無料で使えるモビリングという地図アプリだと、トヨタ純正ナビと同じ音声案内してくれます。まもなく左方向です。この2つのアプリはほぼ昔ながらのカーナビなので、 Google マップが苦手な方はこの2つのアプリがいいと思います。これ以外にも Yahoo マップとか有名な地図アプリもあって、大体がディスプレイオーディオに対応してるので、自分に合った地図アプリを使ってもらえたらなと思います。次に音楽について。ディスプレイオーディオは基本的に iPhone とつないで使うもので、 iPhone に入ってるアプリがそのままディスプレイオーディオでも何もせずに使えます。いちいちディスプレイオーディオ本体でアプリストアからアプリのダウンロードは不要です。例えば普段 iPhone で Spotify を使ってる人であれば、そのまま車でも直感的に使えて、大画面に曲やプレイリストが表示されて、タッチパネルやハンドルのボタンで操作できて、無料で
昭和から平成、令和最新の曲まで聴き放題やし、 iPhone のポッドキャストだと英語のニュースを流して英語の勉強もできるし、自分の好きな番組を再生して運転中に聞くこともできます。他には Amazon が出してる Audible っていう本を朗読してくれるアプリがあるんですけど、それを使えば運転しながら読書ができるといった感じで、カーナビではありえないぐらいエンタメの幅が広がって、全てモニターを触って操作できるので iPhone をカバンに入れてても全く問題ないです。最近ではラジコという FM ラジオをネット経由で聞くサービスがディスプレイオーディオに対応したので、 FM ラジオによくある電波悪いと音質悪い問題がゼロになって、インターネット経由の綺麗な音で聞けて、普段なら絶対に無理な大阪にいながら浜松のラジオ番組をリアルタイムで聞いたりすることもできるようになりました。これはちょっと前まで対応してなかったんですが、最近アップデートが入ったことで好きなラジオ番組を車の中でも聞き放題になったのは、これ正直めっちゃ嬉しいポイントかなと思います。カーナビだとアップデートが入っても新しい機能が使えるようになるなどないので、アップデート入ればさらに快適になって使える機能も増えるのがディスプレイオーディオの最大のメリットですね。冒頭でも言いましたが、ディスプレイオーディオはスマホの外部モニター的な感じで、普段使ってる iPhone にアップデートが入ると、次車に乗った時にはディスプレイオーディオ本体の更新も自動で完了してます。つまりカーナビみたいに地図データを数万円出して買ってきて、そのデータをカーナビ本体に入れて地図データの更新作業とか一切する必要がないし、お財布にも優しいです。 iPhone 側でアップデートが入れば、その情報がディスプレイオーディオに一瞬で反映されるので、一度取り付けてもらえればずっと最新の状態で使い続けることができます。地図データも常に最新の状態で使えて、音楽アプリもアップデートのたびに画面表示がさらに使いやすくなったりと、買った後でも使いやすくなるのがいいところですね。僕より上の世代の昭和生まれの方だと、昔からあるカーナビの方が使いやすいのかもしれないですが、普段から iPhone 使いこなしてる方はカーナビよりディスプレイオーディオを買った方が間違いなく普段のドライブ快適になるので、ディスプレイオーディオをお勧めします。ただしカープレイは基本的に運転中に使う機能になるので、 YouTube や Netflix、スマホのゲームなどのアプリは一覧に表示されない仕様になってます。そこで動画を見るには冒頭にも言ったと思いますが、このディスプレイオーディオ本体が単体で動くタブレット PC なので、 iPhone から Wi-Fi テザリングで電波を飛ばしてあげるか、月額1000円ぐらいで車でネット使い放題になるパイオニアの車内 Wi-Fi 使うか、本体に SIM カードさせばインターネットにつながって車内で動画も見れるようになります。これだけ画面が大きいので、駐車場で誰か待ってる時に Netflix で映画やアニメ見たり YouTube を大画面で楽しめます。その他には Instagram や TikTok も普段のスマホと同じ縦画面で見れるし、ゲームもダウンロードすれば普通にできるようになってます。また GPS もついてるので地図アプリも普通に使えます。今回のディスプレイオーディオは簡単に言うと13インチの iPad で、常にインターネットとつながることで鈴木車であってもテスラみたいな感じになります。ここまで話聞いて、それやったら iPad を固定すればいいんじゃないかと思った方いると思うんですけど、 iPad の場合だとギアをリバースに入れた時にモニターが自動的に後ろの映像を映したりとか、車のハンドルのボタンで操作できないですよね。また車に固定するのも何かしら DIY で自作で頑張って固定しないとダメやと思うし、電源の USB ケーブルも目立って見た目がよろしくないなと思います。それが今回のようなディスプレイオーディオだと、車のディンにはめ込んで配線などは裏側で全く見えないし、ギアをバックに入れたら自動的にモニターに後ろの映像が表示され、ハンドルのリモコンも自由に割り振って使うことができます。僕の場合、新車を買った時に純正ナビをつけなかったので、ハンドルのボタンが少なく電話に出るボタンがついてこなかったんですが、ディスプレイオーディオにはハンドルのボタンを自由に割り当てられる機能があって、元々ついてたボタンに好きな機能を設定できます。そのおかげで真ん中のこのボタンを押すと電話に出たり切ったりできるようになったので、自分の好きな機能をボタンに割り振れるのが結構便利ですね。あとは音響にこだわる方向けに結構細かい調整までできるようになってたりと、これだけ機能を盛りまくって Android 13、8コア CPU、ストレージ 256GB と少し前のハイエンドスマホレベルの性能を持っているので、サクサク動いて快適に使えますし、画面も大きく見やすいです。真夏の暑すぎる日に1日ずつ使ってても本体が熱暴走してフリーズするとかもなかったので、熱対策もちゃんとしてあると思います。これ逆にスマホホルダーに固定して iPhone 充電しながら使ってたら、秒で iPhone が熱くなって熱暴走して使えなくなるので、夏場のスマホホルダー使用は気をつけてください。
1ヶ月使い倒して特に不便だと感じたことはないですね。ただやはりデメリットもありまして、それはスマホのデータ容量を結構使う問題ですね。カーナビを使うよりも明らかにサブスクで音楽聴いたり Google マップを使ったりテザリングで動画見てしまうと、カーナビの時よりも明らかにデータ量を消費します。例えば HD 画質で30分動画見ると約1ギガのデータ消費します。そのせいで格安 SIM の最安プランの人は速攻で速度制限入る可能性高めです。なので格安 SIM の人は楽天モバイルの電話データ通信無制限で月額3000円ぐらいのプランに乗り換えた方が容量気にせずにエンタメ楽しみ放題になるので、そっちの方がおすすめですね。僕はもともと AHA も使ってて楽天モバイルに乗り換えてずっと使ってますが、大阪で 5G エリアだと通信速度めっちゃ速いので快適にネットできますが、通勤時間帯のオフィス街とか地下鉄とかだとたまに遅い時がありますが、データ無限で3000円で使えるのを考えるとそんなに気にならないです。通信速度にこだわる方はデータ無限ではないですが AHA モにするか、ちょっと高くなりますが安定のドコモとか大手通信会社の無制限プランがいいと思います。データ通信容量が残りどれくらいか気にしながら毎日 iPhone 使うのって結構なストレスなので、無限に使えるプランが絶対におすすめです。もう一つのデメリットは、普通のカーナビだと GPS 以外に車速センサーとかジャイロセンサー、VIX などの自社がどこ走ってるか認識できるセンサーが大量にカーナビの中に搭載されているので、電波や GPS が届きにくい地下トンネル走ってる時も推定して位置情報を割り出すので地図がずれたりしないんですが、ディスプレイオーディオだと完全にスマホ依存なので、首都高の地下トンネル走ってると車の位置情報がずれてトンネル出て電波拾った時にいきなり地図がワープすることがあったり、山奥の県外になったらデータ通信ができなくなるのでナビや音楽が使えなくなることがありますね。最近では地図データをあらかじめダウンロードしておけば県外でもそのまま使えたり、 Spotify の有料プランだと曲をダウンロードできるので県外でもそのまま使えたりできます。言うてそんなに電波のない県外に行くことないと思いますが、田舎の山奥に住んではる人とか仕事で田舎に行くこと多い人はディスプレイオーディオを買うと不便になる可能性が高いのでカーナビをお勧めします。これまでの話をまとめると、ポーミドから出た最新モデル、スマホと接続して使う前提でスマホでできることがそのまま車内でもできるようになります。アプリの操作はすべてモニターのタッチパネル、 iPhone で操作、音声コマンドでハンズフリー操作。普通のディスプレイオーディオでは見れない Netflix などの動画アプリも本体がハイレベルスマホのスペックを持つ 13.3 インチのタブレット PC なので、これ1台あれば何でもできるようになるやつです。ただしこれだけの機能をつけて13インチの画面のモデルは日本メーカーだとまだなくて、これに近いものでも最大11インチ程度で、しかも値段も国産に比べると明らかに安いので、ポーミドさんの価格設定はかなり手を出しやすいですね。ただポーミドさんは海外のメーカーなんでちょっと不安やなって方正直いると思いますが、海外メーカーであっても日本の技的などの認証もしっかり取得し、保証ももちろんついてきますし、東京オートサロンでもかなり大きいブースで出展されてて、よくある海外業者の2畳ぐらいのしょぼいブースでなく、めっちゃしっかりしたブースでお客さんもかなり集まってて、もし買ってなんか不具合あったらサポートもしっかり対応してくれると Amazon で全然知らん人がレビューも書いてますし、東京オートサロン行った時にポーミドの中の人に直接いろいろ話聞いたんですが、修理対応は滋賀県にある日本の会社が担当してるので、海外メーカーに多い買ってそれで終わりじゃないのがポーミドさんのいいところです。前に使ってたモデルよりもはるかに使いやすくなってて、つけてから変な不具合とか一切出てないし、動作もサクサクでストレスフリーで、何より無制限インターネットとスマホでできることが全部できるおかげで車内のエンタメレベル爆上がりしたんで、昔ながらのカーナビとかラジオしか聞いてこなかった人がディスプレイオーディオ導入するとカーライフがさらにいいものになるんで、ディスプレイオーディオは間違いなくおすすめできるものです。今回紹介した PRA109 は動画の下にある概要欄に詳細を確認できるページを貼り付けておくので、ぜひ僕だけじゃなく他の方のレビューも参考にしていただければと思います。ということでまた次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。